深夜を過ぎた頃、アパルトマンの照明が消えた。彼女は眠りについたはずだった。2025年、フランス。リヨン近郊の国道で、ある出来事が起きた。深夜4時、雨音だけが満ちた暗い道路を、一台の車がひた走っていた。助手席には、一人の女性が座っていた。40分間、確かにそこにいた。ドライブレコーダーの映像にも、はっきりと映っていた。しかし、目的地の駐車場に到着してから、わずか5秒後のことだ。助手席は、空になっていた。警察が確認した CCTV 映像には、車から降りる人物の姿が一切映っていなかった。扉が開いた形跡もなかった。窓が開いた様子もなかった。それなのに、女性はいなくなっていた。回収されたドライブレコーダーには、44分43秒の映像が残されていた。そして運転席のシートからのみ、DNA が検出された。助手席からは何も出なかった。指紋も、毛髪も、体温の痕跡さえも、あなたは今、こう思っているはずだ。何かの間違いではないか。と、だが、これは作られた話ではない。2025年にフランスで実際に記録された事案だ。では問いかけよう。40分間、同じ車内に存在していた人間が、到着の瞬間に消えるとは、どういうことなのか。答えを探すには、まずこの女性が、その夜どこから来たのかを知る必要がある。彼女が最後に姿を見せたのは、出発の数時間前のことだった。彼女の名前は、まだ公式には公表されていない。フランス当局は現在もなお、捜査の継続を理由に、身元の開示を控えている。だが、周囲の証言から、その輪郭は少しずつ浮かび上がってきた。彼女は30代の前半だった。リヨン郊外の小さなアパルトマンに、一人で暮らしていた。仕事は会計関連の事務職で、勤務先の同僚からは、真面目で几帳面な人物として記憶されている。派手さはなく、目立つタイプでもなかった。ただ、約束を守る人だった。それだけは、誰もが口を揃えて言う言葉だった。事件が起きた日の前夜、彼女はいつもと変わらない夕方を過ごしていた。近所のスーパーマーケットで食材を買い、自宅で簡単な食事をとった。その様子は、マンションの橋梁部に設置された防犯カメラにも映っていた。午後8時を少し過ぎた頃、買い物袋を両手に下げた彼女が、エントランスを通り抜ける。足取りは軽く、表情に緊張の色はなかった。午後11時頃、彼女は知人に短いメッセージを送っている。内容は他愛のない近況報告だった。明日の朝早く出かけることになった。という一文が添えられていた。それが、彼女から届いた最後の連絡だった。深夜を過ぎた頃、アパルトマンの照明が消えた。彼女は眠りについたはずだった。そして午前3時40分、彼女の部屋に再び明かりが灯った。外はまだ暗く、雨が降り始めていた。リヨン近郊の5月の夜明け前は、霧がかかりやすい。その夜も、道路は湿り、視界は悪かった。彼女が玄関を出たのは、午前3時57分。防犯カメラの記録によれば、彼女はキャリーバッグなどを持っていなかった。小さなバッグを肩にかけただけの、軽装だった。エントランスを出ると、そのまま駐車場の方向へと歩いていった。その背中を映したのが、彼女の姿を捉えた最後のカメラ映像となった。数分後、一台の車が、彼女のアパルトマン前に停車した。運転していたのは、彼女と面識のある男性だった。彼女は助手席に乗り込んだ。ドアが閉まった。車は走り出した。その瞬間から、40分間の時計が動き始めた。誰も、その終わりに何が待っているかを知らないまま、次のパートでは、その車がリヨン郊外の駐車場に到着した瞬間の記録が明らかになる。午前4時17分、リヨン郊外の駐車場に、一台の車がゆっくりと入ってきた。雨はまだ降り続けていた。アスファルトに跳ねる水音だけが、静寂を満たしていた。車はエンジンを切った。ヘッドライトが消えた。そして、運転席のドアが開いた。男性が一人、車から降りた。ただ、一人だけ、助手席のドアは、開かなかった。男性は数秒間、その場に立ち尽くしていた。その後、助手席の窓を覗き込んだ。誰もいなかった。40分前、確かにそこに座っていたはずの女性の姿が、消えていた。シートには、何も残っていなかった。バッグも、靴も、上着も、まるで、最初から誰も乗っていなかったかのように。
男性はすぐに警察に連絡した。通報を受けた警察官が現場に到着したのは、午前4時52分のことだった。駐車場の防犯カメラの映像を確認したところ、車から降りたのは運転席の男性1人だけだった。助手席のドアが開いた形跡は、一切なかった。捜索が始まった。駐車場周辺の茂み、近隣の建物の裏手、道路沿いの側溝。しかし、女性の姿はどこにも見つからなかった。男性の証言によれば、2人は午前3時37分にアパルトマン前を出発した。途中、会話を交わしながら走っていた。音楽もかかっていた。女性は窓の外を眺めていた。特に異変はなかった。と男性は繰り返した。だが、到着の直前、ふとバックミラーを見たとき、彼は奇妙な感覚を覚えたという。助手席が、やけに静かだった。と、警察が最も注目したのは、車に搭載されていたドライブレコーダーだった。男性のスマートフォンに保存されていた映像は、44分43秒、出発から到着まで、すべてが記録されているはずだった。しかし、その映像を再生した捜査官たちは、声を失った。さらに、鑑識が運転席のシートとハンドルを詳しく調べたところ、検出された DNA は運転席のものだけだった。助手席からは、何も出てこなかった。女性が40分間、本当にそこにいたのかどうか、それすら、疑われ始めた。捜査は、翌朝から本格的に動き出すことになる。翌朝、リヨン警察署に捜査本部が設置された。担当となったのは、失踪事件を専門とするベテラン刑事、ラコスト警部だった。彼はまず、ダッシュカメラの映像を頭から再生させた。午前4時02分、車はゆっくりと動き出す。助手席には、確かに人影がある。シルエットは女性のものだ。髪が肩に落ちている。体をシートに預けている。映像の品質は決して悪くない。にもかかわらず、顔は一度もはっきりと映らなかった。IMG、ダッシュカメラの映像を食い入るように見つめる刑事のシーン。44分にわたる映像の中で、女性はほとんど動かなかった。会話もない。車内に流れていたのは、雨音と、エンジンの低い振動音だけだった。そして午前4時46分、駐車場に到着した瞬間、映像は終わる。女性が降りる場面は、存在しない。ドアが開く音も、記録されていなかった。ラコスト警部は映像を3度、繰り返し確認した。その度に、同じ結論にたどり着いた。女性は、消えた。IMG、薄暗い捜査室で映像を巻き戻す捜査チームのシーン。次に鑑識チームが提出した報告書が、捜査をさらに混乱させた。車内から採取された DNA は、運転席のみから検出された。ハンドル、シートベルトのバックル、ヘッドレスト、すべてが、ドライバー1人分の痕跡しか示していなかった。助手席のシート表面、ドアの内側ハンドル、窓ガラスの内側、どこからも、女性の DNA は出てこなかった。髪の毛1本、皮膚細胞の1点、何もない。まるで、最初からそこに誰もいなかったかのように。IMG、鑑識官が助手席を細かく調べているシーン。警察は翌日、ドライバーを事情聴取のために呼び出した。男性は落ち着いた様子で署に現れた。名前はマルタン、37歳。物流会社に勤める会社員だ。彼は最初から一貫して、同じことを繰り返した。彼女は確かに乗っていた。私の隣にいた。しかし、女性の名前を問われると、男性の表情が初めて揺れた。名前は、知らない。今夜、初めて会った。捜査官たちは顔を見合わせた。初対面の女性を、深夜に車に乗せた。それだけでも、十分に不自然だった。ラコスト警部は静かにペンを置いた。そして言った。では、あなたがどこで彼女と出会ったのか、最初から話してください。マルタンのアリバイが、今まさに問われようとしていた。マルタンは、ゆっくりと息を吸い込んだ。取調べ室の蛍光灯が、静かに頭上で光っている。彼女と会ったのは、リヨン中保駅の近くです。彼は少しずつ、言葉を選びながら話し始めた。午前3時頃、雨の中を歩いていた女性でした。荷物も持っておらず、濡れたまま立っていた。だから、声をかけたんです。ラコスト警部は何も言わなかった。ただ、静かに聞き続けた。彼女は行き先を言いました。郊外の住宅地だと、私の帰り道と同じ方向でした。だから乗せた。それだけです。警部は手元のファイルを開いた。
そこには、大ダッシュカメラ映像の分析結果が記されていた。午前4時03分、出発。44分間の走行。そして、駐車場への到着。助手席の女性が映っているのは、出発から31分間です。警部は静かに言った。32分目から、映像に動きが消えます。到着時には、すでに彼女の姿がない。マルタンの眉が、わずかに動いた。それは、知らなかった。ずっと運転していたので、彼女が何をしているか確認していなかった。しかし、警部はそこで1枚の写真をテーブルに置いた。駐車場の外側に設置された防犯カメラの静止画だった。車が入ってくる瞬間、そして、車が止まった瞬間、ドアが開いた形跡は、一切なかった。あなたは車から降りた記録があります。しかし、助手席のドアは、一度も開いていない。沈黙が、部屋を満たした。マルタンは口を開いたが、言葉が出なかった。ラコスト警部は続けた。運転席にのみ、あなたの DNA が検出されました。助手席からは、一切何も出ていない。指紋も、髪の毛も、線一本すら、まるで、誰も座っていなかったかのように、マルタンの目が、初めて揺れた。そして彼は、震える声でこう言った。でも、確かに、彼女はいたんです。私の隣に、ずっと座っていた。捜査官たちは、誰も言葉を発しなかった。証拠は一つの方向を示していた。しかし、その方向が何を意味するのか、まだ、誰にもわからなかった。そして翌日、警察はついに公式見解を発表する。しかしその内容は、誰もが予想していなかったものだった。事件に、初めて大きな亀裂が入ろうとしていた。亀裂は、静かに始まった。警察の公式見解が発表された翌朝、捜査チームの内部で、ある疑問が浮上した。目撃者の証言に、小さな矛盾があったのだ。駐車場の管理人は最初、車が到着した時、中に人影は見えなかった、と述べていた。しかし調書を再確認すると、一箇所だけ表現が変わっていた。よく見ていなかった、という言葉に差し替えられていたのだ。誰が、いつ、その表現を変えたのか、記録には残っていなかった。捜査官の一人が、管理人に再度接触した。すると管理人は、視線をそらしながらこう言った。あの夜は、雨が強くて、正直、あまり見ていなかったんです。しかし、その声はわずかに震えていた。隠しているのか、それとも、本当に覚えていないだけなのか、判断できなかった。そして同日、別の捜査員が重要な発見をした。ドライブレコーダーの映像だ。44分43秒の記録。その映像を、コマ送りで解析していたとき、39分12秒のところで、映像が一瞬だけ乱れていた。わずか 0.3 秒。肉眼ではほぼ気づかないほどの、短い乱れだった。しかし専門家が確認すると、その乱れは自然なものではなかった。外部からの強い光源か、あるいは何らかの干渉によって生じた可能性があるといい。問題は、その瞬間の場所だ。映像の位置情報を照合すると、そこはリヨン郊外の国道、街灯もなく、周囲に建物もない、暗い直線道路の上だった。なぜ、その場所で映像が乱れたのか、誰も説明できなかった。さらに、もう一つの事実が明らかになった。運転席にのみ残されていた DNA。その詳細な鑑定結果が、ついに戻ってきた。DNA は確かに運転者のものと一致した。しかし報告書の最後に、一項だけ追記があった。助手席シート裏面より、微量の第三者由来の繊維を検出。該当人物。未特定。第三者。運転者でも、消えた女性でもない。別の、誰か。その夜、あの車の中には、2人ではなく、3人分の痕跡があったことになる。捜査本部に、重い沈黙が広がった。事件の構図が、今まさに塗り替えられようとしていた。そして翌日、捜査線上に、新たな名前が浮かび上がる。誰も想定していなかった。2人目の容疑者。その名前は、捜査官の誰も口にしたことがなかった。翌朝、捜査本部に1枚の報告書が届いた。繊維鑑定の結果を受け、捜査チームは周辺の防犯カメラ映像を再検証していた。午前4時、リヨン郊外の国道、雨に煙る道路を走る車両は、ほとんど存在しない。しかしその中に、1台の車が映っていた。問題の車両から、
約300メートル後方を走り続けていた黒いセダンだった。同じタイミングで出発し、同じルートをたどり、同じ駐車場の手前で停止している。偶然と呼ぶには、あまりにも正確だった。捜査官の一人が、低い声でつぶやいた。尾行か。黒いセダンのナンバープレートは、泥で部分的に隠されていた。だが、フロントガラスに反射した街灯の光が、わずかな手がかりを残していた。画像解析の結果、運転席に座る人物の輪郭が浮かび上がる。男性、推定年齢、30代から40代、そして決定的な情報が、別のルートから入ってきた。消えた女性の携帯電話の通話記録。失踪当日の2日前、彼女はある番号に繰り返し電話をかけていた。発信は5回。しかし、一度も繋がっていない。着信拒否、あるいは電源オフ。その番号の契約者を張り出すと、名前が出てきた。マルク・デュポン、38歳。リヨン在住。職業は物流会社の配送ドライバー。表向きは、ごく普通の市民だった。しかし捜査官たちが彼の背景を掘り下げると、奇妙な事実が浮かんできた。マルク・デュポンと消えた女性は、かつて同じ職場にいた。2025年の春、ほんの3ヶ月だけ、女性が突然退職する直前まで、同僚として働いていた。退職の理由は、記録に残っていない。だが、当時の同僚の一人が証言した。彼女は怖がっていた。誰かに、ずっと見られているって。誰か、その、誰か、が、マルク・デュポンだったのか。捜査官たちは令状を取り、彼の自宅へ向かった。玄関を開けた時、部屋の中は静まり返っていた。家具はあった。食器も、衣服も。しかしマルク・デュポン本人だけが、どこにもいなかった。消えた女性と同じように、まるで、最初からそこに存在しなかったかのように、捜査の核心は、今まさに、深い闇の中へと沈み込もうとしていた。マルク・デュポンが、いなかった。部屋の中には、生活の痕跡だけが残されていた。テーブルの上には、飲みかけのコーヒーカップ。クローゼットには、丁寧に畳まれた衣服。冷蔵庫の中には、翌日食べるつもりだったのだろうか。新鮮な食材さえあった。まるで、数分前まで誰かがそこにいたかのように。しかし、マルク・デュポン本人だけが、どこにも存在しなかった。捜査官たちは、部屋を隅々まで調べた。そして、キッチンの引き出しの奥から、一枚の封筒を発見した。封筒の表面には、何も書かれていなかった。中には、折りたたまれた紙が一枚だけ入っていた。捜査官の手が、わずかに震えた。その紙に書かれていたのは、たった一行だった。彼女は、自分の意思で消えた。その言葉の意味を、誰もすぐには理解できなかった。捜査班のリーダー、ルノー警部補は、その紙を何度も読み返した。自分の意思で、消えた。ではなぜ、ダッシュカムの映像には、あの奇妙な空白があったのか。なぜ、助手席には彼女の DNA が残されていなかったのか。なぜ、駐車場のどのカメラにも、彼女の姿が映っていなかったのか。捜査官たちは、仮説を立て直した。もしかしたら、これは失踪事件ではないのかもしれない。最初から、消えることを計画していた人間の話なのかもしれない。しかし、それならば、なぜマルクもまた、姿を消したのか。二人は、共犯者だったのか、それとも、二人ともが、別の何者かに消されたのか。封筒の紙を鑑定に回すと、驚くべき結果が出た。その紙に残されていた指紋は、マルク・デュポンのものではなかった。データベースと照合しても、一致する人物は存在しなかった。つまり、その紙を置いた人間は、この世界のどこにも記録されていない。ルノー警部補は、窓の外を見た。リヨンの街並みが、夕暮れの光の中に沈んでいく。あの雨の夜から、もう何日が経ったのだろう。真実は、まだそこにある。深い闇の向こう側で、息を潜めながら、誰かが暴かれる瞬間を待っている。次の扉を開けた時、すべてが明らかになる。捜査本部は、沈黙の中にあった。ルノー警部補は、積み上げられたファイルを静かに閉じた。2026年5月。あの雨の夜から、すでに数ヶ月が過ぎていた。リヨン近郊の国道で起きた失踪事件は、正式に、未解決、として記録された。フランス司法当局は、捜査の継続を宣言した。しかし、実質的な進展は何もなかった。
助手席の女性は、今もどこにも存在していない。生存の証拠もない。死亡の証拠もない。ただ、消えた。それだけが、事実として残されている。ドライブレコーダーの映像。44分43秒。その映像は、何百回も解析された。映像処理の専門家が、フレームを1コマずつ確認した。不審な光の反射。不自然な影の動き。わずかなブレ。すべてが徹底的に調べられた。しかし、どこにも、消えた瞬間は映っていなかった。彼女は最後まで、助手席に座っていた。そして、駐車場に到着した5秒後、もういなかった。運転席にだけ残された DNA。その人物も、世界のどこにも記録されていない。あの紙を置いた人間も、同じだった。つまり、この事件に関わった者の中に、存在そのものが記録されていない人間が複数いる。それは何を意味するのか。ルノー警部補には、答えが出なかった。目撃者は一人もいない。動機も、背景も、何もわからない。わかっているのは、確かにその女性がいたということ。そして確かに、消えたということ。それだけだ。事件は、表向きには静かに幕を閉じた。しかし、誰も本当の意味では終わったとは思っていない。あの夜の雨は、何かを隠すように降り続けていた。そして今も、リヨンの街のどこかで、誰かが何かを知っている。真実は消えていない。ただ、見えない場所に隠されているだけだ。次の扉を開けた時、すべてが明らかになる。エピローグで、最後の一点が明かされる。その後、運転手の男性は任意聴取を受けた。警察の取り調べは、延べ十数時間に及んだという。しかし彼は一貫して、同じことを繰り返した。彼女は確かに乗っていた。それだけはわかる。と、2026年現在、男性は日常生活に戻っているとされている。ただし、リヨンの街を離れ、居住地を変えたという情報がある。彼が今も何かを知っているのか、それとも本当に何も知らないのか、それは誰にもわからない。消えた女性については、身元が一部判明したとも、していないとも、複数の情報が錯綜している。フランス当局は詳細を公表していない。プライバシーの保護を理由に、捜査の進捗もほとんど開示されていない。ダッシュカメラの映像。44分43秒。その映像は今も、証拠品として保管されている。公開される予定は、今のところない。しかし、映像を実際に確認した捜査関係者の一人が、匿名でこう語ったという。映像には何も映っていない。だからこそ、怖い。と、何も映っていない。それは当然のことのように聞こえる。しかし考えてほしい。40分間、助手席に人がいたはずなのに、その痕跡が、映像に全く残っていないとしたら、車内の DNA は、運転席側からしか検出されなかった。助手席のシートからは、何も出なかった。線1本、毛髪1本、何も、まるで最初から、そこに誰もいなかったかのように、あの夜の雨は今も、リヨンの国道に降り続けている。誰かが消えた場所に、静かに、静かに、真実は、まだどこかに存在している。ただ、私たちには見えないだけだ。そして今夜もまた、世界のどこかで、説明のつかない何かが起きている。あなたの隣に、本当に誰かいるだろうか。